ビットコインが再び11万ドルを突破しました。でも今回の上昇は単なるテクニカルの反発ではありません。金の暴落、FRB の発言、そして SBI の XRP 戦略、この3つの出来事が重なり、暗号資産市場は次のステージに入りつつあります。こんにちは、桜井です。今日はその裏側で起きている資金の大移動を初心者にもわかりやすく解説をしていきます。まず、ビットコインがまた強くなってきました。チャートを見ると11万ドル台を回復、年初から見るとすでに大きく戻しています。ただ、ここで多くの人が思っているはずです。どこまで上がるんだろう？今から入っても遅くないのかな？そう感じるのも無理はありません。というのも、ニュースの量がとにかく多いからです。金が暴落した、AWS の障害で取引所が止まった、FRB が暗号決済を検討している、そして SBI が XRP をコア資産に転換した、これらのニュースが同時に動くと、何がプラスで何がリスクなのか、判断が難しくなります。そこで今日はこれらの出来事を一つの流れとして整理し、今どんな資金がどこへ向かっているのか、個人投資家はどう備えるべきなのか、この2点を中心にお話ししていきたいと思います。まず現状の価格から見ていきましょう。ビットコインは現在およそ11万2000ドル前後で推移しています。一時的には11万4000ドルまで上昇し、強い買い戻しが入りました。上値の抵抗ラインは11万5000ドルから11万8000ドル。ここを超えられるかどうかが短期的な次の分岐点になってきます。下値では10万8000ドルがサポートライン。ここを割り込むと再び調整に入る可能性もあります。アルトコインもそれに連動して動いていて、イーサリアム、XRP、そして同時コインなどが上昇基調に転じています。ここで注目したいのが、なぜこのタイミングでビットコインがまた強くなったのか、要因の一つが金の暴落です。10月21日、金価格はなんと12年ぶりの急落を記録しました。ドル高と利回りの上昇の影響で、これまで安全資産とされていた金が売られたんです。投資家はリスク回避のために金を買っていたのに、その金が下がる。行き場を失った資金の一部がリスク資産である暗号市場に流れ込んできた。これが今の相場の第一のポイントです。そしてもう一つの要因は、アメリカの中央銀行 FRB の動きです。FRB がフィンテック企業や暗号企業に対して決済インフラへのアクセスを拡大するという発言をしました。つまり銀行以外のプレイヤーがアメリカの決済ネットワークに参加できる可能性が出てきたということになります。このニュースは単なる制度の話ではなく、暗号資産が公式な金融システムの一部として認められる方向に進み始めたというサインでもあります。この発表をきっかけにビットコインだけではなく、イーサリアム、XRP、同時コインまでもが一斉に上昇しました。そして日本では SBI ホールディングスが重要な一手を打ち出しました。XRP を自社のコア資産に位置づけると発表したんです。同時に約2億ドル規模の機関投資家向けインフラ整備にも動いています。これにより XRP は単なる送金通貨という枠を超えて、機関投資家が本格的に扱う基盤資産として注目され始めています。SBI が XRP を軸に動かすということは、日本初のデジタル資産エコシステムが再び国際市場に影響を与える可能性を示しています。そして、ここからが意外な事実です。実はこのタイミングで AWS、つまり Amazon のクラウドサービスが一時的に障害を起こしました。この影響でいくつかの取引所や暗号インフラが一時停止したんです。多くの人はこのニュースを聞いて、やっぱり暗号は危ないと思ったかもしれません。でも僕の見方は少し違います。この出来事こそが次の進化の始まりなんです。なぜなら、この障害によって暗号業界が依存しているクラウドの集中リスク、
これが一気に可視化されたからです。分散型のはずのブロックチェーンが実は裏では中央集権的なインフラに依存していた。それが明らかになった。そして今、世界中のプロジェクトがより自律的なインフラを構築する方向に舵を切り始めています。この動きは次の強気相場の静かな準備段階だと僕は見ています。この一連のニュースをつなげてみると、一つの流れが見えてきます。金から暗号へ、中央集権から分散へ、そして現物取引から AI 運用へ、市場の中心が確実に変わり始めています。では、ここで少し僕の個人的な見解を話します。今の相場をまだ上がるかもしれないという目線で見るよりも、機関投資家が静かに仕込みを始めているという視点で見るべきだと思っています。SBI の動きもそうですし、バイビットが XRP や同時のオプションを追加したというニュースもありました。これも同じ流れです。市場が成熟していくと価格の波は大きくなりますが、その裏では着実に制度化と実需化が進んでいます。それこそが次の10年を見据えた投資の視点と言えるんじゃないかと思います。短期のチャートを見れば、ビットコインの焦点は11万5000ドルの突破。ここを超えれば次の節目は12万4000ドル付近です。一方で10万8000ドルを割ると短期の調整に入る可能性もあります。アルトコインの中ではやはり XRP が強いです。SBI の動きが後押ししています。そして同時はアメリカの FRB 関連ニュースで短期の資金が入りやすいトレンド銘柄になりやすい。僕が見ているのはテーマとファンドが一致している資産です。これは AI トレードでも同じ考え方です。AI が強いのはテーマとファンドを組み合わせた瞬間に一番反応が出るからです。では、ここでよくいただく質問なんですけれども、ビットレード X の AI トレードについて少し話をしていきたいと思います。ビットレード X では AI がトレードをするための資金をステーキングする形で運用します。預けた資金が AI による自動取引に使われ、その結果として日利報酬が発生します。仕組みのポイントはプール制です。AI が高い勝率で取引し、予定より多くの利益が出た場合、上乗せ分がプールに蓄積されていきます。逆に相場が不安定で予定利率を下回った場合には、そのプールから補填される。つまり、日々の日利が安定している理由は AI の取引制度とこのプール補填の仕組みにあるんです。これにより予定日利を下回ることなく安定した報酬が受け取れる設計になっています。しかもこのプール残高は今も増え続けています。ビットレード X の運営基盤が強固になってきているということにもつながっていますし、だからこそ安定して長期運用ができるというわけです。僕自身も最初は AI に任せるっていうのが半信半疑でした。でも実際に運用してみると AI が24時間相場を分析し、感情に左右されない取引を行う、このブレない戦略こそが今のような変動局面に最も必要な要素だと感じています。では最後にまとめていきましょう。金の暴落、FRB の暗号決済の示唆、SBI の XRP の転換、そしてインフラリスクからの新たな強化。これらはすべて資金の流れが変わり始めたサインです。個人投資家が一歩先を読むためにはニュースをバラバラに見るのではなく、この流れ全体をつかむことが大切です。今の相場は静かな変化の中にチャンスが潜んでいます。AI が支える安定した運用、機関が動き始めた実需の波、そして分散化に向かうインフラの変革、この全てが組み合わさった時、本当の意味での新しい強気相場が始まると僕は思っています。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。